こんにちは、高森です。今回はですね、INFJA の私から見た ISFJ の印象を語ろうと思います。一部ですね、INFJ から見た他の MBTI の人の印象を動画化してくださいというところがコメントでいただいていてありがとうございます。ENTP についてはやっているんですけど、今回は ISFJ 版という感じですね。で、前段なんですけど、あくまで INFJA の私がね、感じたことっていう主観の範囲を出ていかないので、そこは注意しておいてほしいなと思いますね。あくまでエンタメとして見ていただければと思います。はい。で、ISFJ 用語者ですかね、のおさらいからいきたいかなと思います。心理機能ベースでね、おさらいしていくのがいいかなと思ったんで、こちら用意しました。ISFJ の心理機能としては、この順番になっていて、SIFE-TE の NE ですね、っていう順番で、INFJ が NIFE-TESE っていうような順番になっています。これ見ると明らかなんですけれども、N と S が逆になっているっていうような心理機能の関係性がありますね。なので INFJ との共通点としては第2機能に FE を持つこと、周りの人のためっていう感覚、判断基準を持っていることというのと、あとサブで TI ですね、内向的思考といって、自分の中のロジックを確立していく力みたいな機能を共通して持っているっていうところがありますね。で、メインの機能となる SINI っていうのは事実をしっかり見るか妄想を見るかっていうところと、あと苦手な第4機能ですね、 NE と SE っていうところは、NE に関しては発散思考とでも言うんですかね。物事からこういう可能性があるんじゃないかなっていうところを発散していく力っていうところで、 INFJ が苦手とする SE については、外界のね情報っていうのを五感を持って正しく理解する力っていうところ、ここが ISFJ、INFJ の苦手なところとして違うポイントですね。なので判断機能とかサブの機能っていうところは共通していて、N か S か感覚に頼るか直感に頼るかっていうところが大きな違いと言えそうなところですね。はい。で、ここからですね、INFJ の私から見た ISFJ の印象っていうのをパーッと話していきたいなと思います。まず思うところとしてはですね、ISFJ の人でこういった MBTI みたいなものとか性格診断みたいなものにかなり興味を持ってる人って少なさそうだなという印象があります。実際私の身の回りにいる ISFJ の方でも周りに促されてやってみたみたいなところが多くて、自発的にこういうのをやっているっていうのをあんまり知らないですね。私MBTI のタイプ知ったからといってそこから発展させていってさらに勉強するみたいな人も比較的少ないかなと思いますね。INFJ の私なんかはね、こういうの大好きなんでね、 MBTI に限らずエニアグラムとかね、ソシオとかいろいろやっちゃったりしていて、我とはというかね、人間の内面とはみたいなところをね考えるのすごい好きなんですけど、 ISFJ の人はもっと現実に即した実際のものとかね、出来事みたいなところにフォーカスしてるような印象がありますね。これっていうのもさっき言った心理機能で説明できるかなと思っていて、 INFJ が N 型直感に頼っているのに対して ISFJ が S 型、事実をしっかり認識していく力が強いので、言い換えると裏を読みに行かないっていうところですよね。人の印象からあの人の MBTI タイプこういうタイプなんじゃないかなっていうところの勘を働かせていくっていうような考え方をしないのかなというような印象ですね。2点目なんですけど、 ISFJ の方は優しくて真面目で派手に目立たないと、いい意味でですね、というような印象がありますね。基本的に私がイメージする ISFJ のイメージってこれに尽きるかなと思いますね。人当たりも良くて主張しすぎなくて調和を乱さないっていうかね、普通に一言で言うといい人っていうような印象がすごい強いですね。INFJ の私がですね ISFJ の方の好きなところの一つがこの優しいところっていうところですね。やっぱり第二機能として FE を持っていますので、周囲に目が向いてるんですよね。人のサポートができると言い換えてもいいかもしれないですね。なので例えば職場の人とか行くと周りに対して思いやりを持ってサポートに入るとかいう態度が結構見られてですね、 INFJ としてはそういうような姿見ると結構心を打たれるものがあって、無条件で好印象を抱きがちっていうところがありますね。ただ INFJ のサポートの仕方というか考え方の仕方と違うところがですね、 INFJ の場合は、サポートをしたいっていう欲求というかね、判断機能は同じく第二機能として持っていますのであるんですよね。ただ一方で
助けたいなって思ったからストレートにそのまま助けるかって言われると微妙なところがあって、第一機能でね N と S の違いっていうところがあって、 INFJ は NI が強いっていうところもあって、果たしてここでサポートすることで本当に相手のためになるんだろうかみたいなね、ありもしないところに思いを馳せるわけですよね。一方で ISFJ の方は私当事者じゃないんでわからないんですけど、見てる限りではなんとなくサポートしたいなとかサポートを必要としてるみたいな人の存在を正しく認識した際は特に違和感を抱かずサポートするっていうような動き方になるような印象ですね。なのでサポートするまで、実際の行動を伴うまでにあたってINFJ は一手間ねもやもやとするというかね、思考を巡らすプロセスが入るのに対して ISFJ はそこはあんまり入らないっていうような印象があります。総じてですね ISFJ の方はいい方というような印象がありますね。3点目はですね、あんまり裏を読まないのかなというような印象がありますね。これもさっきの話と同様ですけど N 型と S 型の違いっていうところが大きく出ているのかなと思いますね。INFJ だとやっぱ N 型なんでね、物事の裏にあるものを真とするというか、そっちの方が正しいよねぐらいで動いていくところがあるんですけど、 ISFJ の方は本当に現実に即して堅実に生きていけるっていうような性格なのかなというふうに思います。 ISFJ の方は本当に堅実に人生を積み重ねていっているっていうか、目の前のことをしっかり頑張れるような印象がありますね。 INFJ なんかだと結構 NF 型って言って理想を追求するところがあるので、現実と理想のギャップに耐えられなくなるところがあるなっていうところが私の弱点としてもあるんですけれども、 ISFJ の方を見てるとなんとなくというか程度はねもちろんあると思うんですけれども、現実こんなもんだよねっていうところでしっかりと受け入れて地道に頑張っていける素地っていうのがあるのかなというような印象ですね。なのであんまり裏を読みに行かないというかね、現実をしっかりと見て着実にやっていく力、性格っていうのがいいところなのかなというふうに見えます。4点目はですね、そんな優しくて真面目な ISFJ なんですけど、意外と内に毒を持っているということですね。毒っていうのはブラックジョークみたいなもんだと思ってもらえればいいんですけれども、INFJ とね ISFJ ね、心理機能でも見ていただけるとわかるんですけど、結構似たところがあって話が通ずる部分っていうところが大きいかなと思います。実際にね、私も仲のいい ISFJ の方とかいるんですけども、やっぱね、人当たりほんと良くて表面的にねすごくいい人だなっていうような印象を持ちますし、実際にねその人の価値観とか見てみてもいい人なんですよ。なんですけど結構深掘りしてみると毒があるっていうところが、普通にいい人っていうところでまとまってるんですけど、ちょっとしたその毒っていうところのギャップが面白いなと思いますね。これ ISFJ の方仲いい人でいると分かると思うんですけど、ぐさっとくる毒を内に秘めていたりして、それ面白いですよね。本当に社交的で人当たり良くて、公共の場とかではね輪を乱さないような存在ではあると思うんですけれども、例えば1対1で話してみるとかね、仲いい集団で話してみるとかだと意外に暴言を吐くっていうところが面白いなと思いますね。5点目最後なんですけど、これは過去の記憶力が凄まじいなと私は感じますね。ISFJ の人と仕事してたりとか、プライベートで付き合ってみたりっていうところでもすごい思うのが、本当この過去の記憶力っていうか実務能力みたいなのが高いなというような印象ですね。仕事で言うと、社会人やってるといろいろ部内のルールとかが決まりみたいなものがあると思うんですけれども、そういうのに対する記憶力が抜群だなっていうような印象があって、過去これルールあったような気がすんだけどなみたいなのって結構往々にしてあるんですけど、 ISFJ の人に聞くと、これとこれでここにマニュアルあって、大体決まってるのはですね、ここに一覧まとまってるから見てみてねみたいなところをですね、バーッとフォローしてくれたりとかで、うわーすごいな、頼りになるなっていうのは日々感じてますね。でプライベート、特に友達とかを見ていて思うのは、私はですね地名とか具体的な交通手段みたいなのを覚えるのめちゃくちゃ苦手なんですよ。あそこの特産品はなんだとか、そんな感じのことですね。めちゃくちゃ苦手なんですよ。一方で ISFJ の人見てると、過去の旅行の記憶とかね、あそこの道路はこう行ってこう行ってこう行ってとか、ちょっと
もう私全然覚えてないんでね、例えも出せないっていうレベルであれなんですけども、そういったところの記憶力が抜群にいいなっていう風に感じますね。ちょっと遠出するとかね、ISFJ の人が行ったことあるところの旅行とかね、思い出を聞くみたいなのは、まあかなり具体的な地名とかも交えて語ってくれてるので、これは自分にはできないなと思いますね。まとめるとなんか ISFJ の方が楽しんで取り組んでいることとかね、特に、あと仕事では地続きでやることみたいなところに対する記憶力は抜群にいいのかなっていうふうに思いますね。これは多分主機能である SI っていうところを存分に駆使している結果なのかなと思います。はい、今回はですね、INFJ の私が ISFJ の方についてパッと思い浮かぶところをですね、5点だけなんですけど語ってみました。何かしらの参考になればいいかなと思います。他の MBTI タイプについてもね、ちょっとまとまってきたらこんな感じで動画出していきたいなって思うんですけどね。いかんせんこの MBTI の人がこうだみたいななんか身近にいないんですよね。なのでちょっとお時間いただくかもしれないんですけれども、地道にこういうシリーズをやっていこうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。